はい、皆さん、こんにちは。お久しぶりです。セルフラブコーチをやってるフランス人のマネッサです。Hi everyone, I'm Self-Love Coach. My name is Vanessa. Welcome back to my channel. Today I'm going to react to the new music video from a Japanese female rap artist called Chanmina.今日は、女性のラッパーのチャンミナの新しいミュージックビデオ、美人に、リアクションをしようと思います。それはなぜかというと、正直もう一回見たんですけど、すごい、フェミニスト的なテーマも入ってると思うし、ボディイメージとか、女性に関しての、美のプレッシャーとか、いろんなテーマが、入っている曲であるなと思ったので、ちょっと私の感想を皆さんとシェアしたかったです。ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、早速見てみましょう。撮る。ビにしろ注意、あいつの信者は多い。己を知りなさいビッチ、 HD で見えるのに私もあなたさみたいになりたい。もうなんかオイラの文化を通してそういうトピックについてメッセージを伝えようとしたチャンミナは本当にすごいと思う。意味深いなと思いました。それはなぜかというと、オイランの世界って自分の体のこと、体とアートとかいろんなサービスを売ったりしていた人じゃないですか。だからオイランの世界の中ですごい多分女性同士で美に関してすごいプレッシャーがあったと思うし、美しくでいないといけないというプレッシャーだったり、あと美とか自分の体と美しさを売っていたので、多分すっごいいろいろ言われたりしてて、完全に女性が物になってたんじゃないですか。商品みたいな感じで売られていたので、傷とかがあったら、それ後でミュージックビデオに入れてくるんですけど、傷とか何か完璧じゃないことがあったら、多分すごいひどいこと言われたりしてたんだろうな。彼女がラップで言ってるように、私もあなた様みたいになりたいっていう、それは多分全ての女性が一回は思ったことあることなんでしょうね。私たちの現代で言うと、ソーシャルメディアとかを見てすごい憧れてる女性の写真とかを見て、なんかこの子みたいになりたいなとか、この子みたいに生まれればよかったとか、そういう思いが多分ほぼみんなは一回でも持ったことあると思うから、彼女はうまくラップで伝えてますよね。ちょっと戻るんですけど、一番最初の歌詞は一番大事。B にしろ注意、B にしろ注意、B に注意しろですよね、多分。私は日本語間違ってたらぜひコメントで教えてください。でもやっぱり B に注意しろっていう、まず多分一番強いメッセージであるべきで、だから一番最初にインパクトのある言葉から始まるのはさすがです。B に信じてる人が多いってことかな。B が全てだと思ってる人、自分を知ろうみたいな言葉が出てくると思うんですけど、これは自分を知ろっていうことだよね、多分。自己愛の自己だよね、これ。自分を知ろっていうことだよね。自分を知ろビッチっていう。めっちゃ好き、これ。これ本当に自分を好きになるために自分のことを知らないといけないからね。だからそれはほんまにめっちゃオンポイントだと思う。確かに HD で見えるのに
なんか今の現代の私たちはすべて携帯とか YouTube とかで全部 HD でね、全部見えるのに、すべてはまだなんか完璧そうで、完璧じゃないところ、傷とか何かニキビとかはなんか隠されてるよね。なんかチャンミナはそう言おうとしたのかわからないけど、でも私はそれを見てパーッと思った。私もあなたさみたいになりたい。教えて幸せですよね。これ強いなぁ。教えて幸せですよね。それはね、美人の子は絶対に幸せっていうステレオタイプっていうか勝手な思いは、ほんまにみんな頭から出してほしい。どれぐらい理想な生活をしてそうな人でも絶対に自分に悩みがあるし、で、見た目はほんまに全てじゃないっていうか、当たり前ことなんだけど、なんかどれぐらい美人な人でも、その人も絶対にコンプレックスがあるし、すごい皆さんにすごいおすすめしたいのは、世界的に有名なモデルさんたち、メディアにより完璧な体とか完璧な顔、もう超美人って言われてる人たちが、めちゃくちゃコンプレックスがあるんですよ。なんかそういうドキュメンタリーとか、インタビューとかがあるんですよ。で、最近は、実行愛とかセルフラブとかボディポジティビティもどんどん、耳にするようになってきてるので、そういうインタビューも、増えてきてるし、モデルさんたちもそういうちょっと昔はタブだったトピックについてどんどん声を、上げてきてくれてるので、ぜひ調べてみてください。本当にモデルさんたちが、なんていうの、モデルさんだから、美人だから幸せなわけじゃないよ。本当に。だから勝手にそう思わないようにしましょう。もしこのまま消えたら愛されるのなら今すぐにでも綺麗になくなる。やばいよね。綺麗のままになくなりたい。そうだね。なんかそれも、私は勝手にこれを見て思ったのは、若さに関してのプレッシャー、やばくない？なんか若くでいましょうっていうプレッシャーが本当にやばくない？若さという美の基準の一つになってるんですよね。なんか若くでいないとダメみたいな。メディアの中で一番プッシュされてるタレントとかモデルさんとかインフルエンサーとかはいつもみんな未成年が多いし、すごい若い人がアイドルの世界の中でもそうだし、若ければ若いほどいいみたいな。どんどん年取っていくと、美のレベルが低くなるっていう考え方は、もうそれは絶対男性が決まってるでしょ、これは。それは絶対女性が決まらない。すごい年上のすっごい魅力的な女性がいっぱい、いるし、美っていうのはいろんな美がある。いろんな美の種類とかがあるから、絶対に。だからちょっとメディアでそういうことについて気をつけましょう。はい、続きましょう。なはずないわよダヴィンチ。もう少しだけべっぴんにコントラストも入れてちょうだい。全世界を懲らしめたい。 Look at this。 そう。で、ここは、すごい思ったのは、こんなはずじゃないよダヴィンチ。もっとコントラストを入れてちょうだい。は、本当に、今、オイランのことを使ってるから、彼女のポートレートを描いてる人に向けて言ってるんですけど、その今、ポートレートを描いてる人は、今の私たちの現代では、どっちかっていうと、写真ですよね。セルフィーとか。で、セルフィーを撮るときに、多分今は基本的に多分90%以上の女性たちは、フィルターか加工アプリを使ってセルフィーを撮ってるじゃないですか。それか、普通のカメラで撮ってから加工するっていう、プロセスがすごい一般的に普通になってきてて、すごい、それの危険さは、フィルターのない自分が美しくない。フィルターのない自分がおかしいっていうことになってきてるから、それがすっごい注意しないといけない。ありのままの自分じゃない。もちろんフィルターを使いたかったら使ってもいいし、ただ、私はなるべく自分のありのままの顔を
めっちゃ変更するフィルターを使わないようにしてる。マイクでリコードするの忘れちゃった。ごめんね、途中でオーディオのクオリティが変わってくるかもしれないので、すいません。何を言ってたっけ？フィルターを使いすぎると、ありのままの自分を好きになるのは難しくなってくる。まあ、できるだけ使いすぎないように気をつけるのは、まあ、おすすめかな。もちろん自由に使ってもいいけど、やっぱりコントラストのない自分、そのアプリが決まった美ということなしのありのままの自分も美しいから、ちゃんと理解した上でフィルターを使ってもいいかもしれないね。続きましょう。かっこいい。これはちょっと、なんていうの、ボーギングっていうダンスから影響されてるよね。ボーギングは LGBTQ のコミュニティで生まれた踊りだと思います。マジかわいい。ね、彼女が多分デビューした時なんだろうな。デビューした時はまだ17歳で、最初に芸能界に入った時にいろいろ言われたんだろうな。多分そういうことだよね。あなたは美しくない。あなたは絶対有名になれないっていうこと。芸能界は厳しそうだね。本当に大変そう。特に女性としていろいろ言われるよね。なんか最近渡辺直美の事件ですごい改めて思った。なんか女性であるだけでいろいろ自分の体験のこととかいろいろ言われたりするよね。やばい。あの時狂った精神に才能が開花、味わったかも不可も一般じゃなかった。本物を君は知ってるかい？17歳の女の子としてこの芸能界に入って多分精神的にすごい辛かったと思うし、まあチャンミナはそう言いたかったのかわからないけど、私はこれを見て思ったのは、美の裏の本物はどういう人なのか知ってるのか、フィルターの裏にどういう人なのか。まだ使い物になってるかい？女は皆正気じゃない。花魁として女は使い物みたいな考え方だったと思うけど、今でも多分同じような古い考え方がまだみんなの無意識に残ってるんじゃないかな。なんかその今のイメージに女性の顔に美っていう漢字を書いているよね。だから女性の価値は美で決まるっていう古臭い考え方がまだ残っているっていうことだよね。で、女はみんな正気じゃないっていうこともめっちゃ聞くよね。女性はみんなクレイジーみたいなこと言われるよね。女性差別がまだまだありますよ。で、そういう話をしてたら、いやなんかめっちゃ言い過ぎじゃない？考えすぎじゃない？絶対そこまでじゃないでしょっていう人がまだいっぱいいると思うけど、本当に勉強すれば勉強するほど、実はまだまだひどいです。女性としてまだまだいろいろ限られています。一つ、美しさとはそれすなわち正義である。美しくないものに人生を選択する権利はない。一つ、男性のキャラクター、炭水化物は禁止。日々の摂取カロリー女は性の美のルールを決まっているっていう。900キロカロリーまで。これやばいよね。1日のキロカロリーは900キロカロリーまでっていう。あと炭水化物禁止みたいな。なんかそういうダイエットはまだまだ目にする。いや、これは本当にすごい深いトピックですごい胸が苦しい。私はこういうすごいトクシックな不健康的なサイクルからおかげさまで出られたんだけど、でもすごい時間かかったし、私はまだあんまり知識とサポートがなかった自分、若い自分が思い出すとすごい、悲しいし、同じようなダイエットとか自分の体との関係で苦労している女性がまだいっぱいいると思うから、まずちょっとだけその情報を入れておきたいんだけど、炭水化物は不健康的なことじゃない。炭水化物の中でいろんな炭水化物のタイプがあるんですよ。栄養の全く入ってない炭水化物と栄養たっぷり入っている炭水化物がある。
で、炭水化物は脳のために、脳の健康のためにすっごく重要なものであるので、炭水化物なしの食生活は本当に不健康的です。ずっと続くとどんどん自分の体にすごいダメージをしてしまって、将来的にもすごいネガティブな影響がずっと残ってしまうので、本当にその炭水化物イコール太るのは本当に私を信じてください。それはすごい間違ってる情報です。炭水化物は必要です。ただ、白いパスタとか、小麦粉とか、白い小麦粉だけの炭水化物と、whole food、ブラウンライスとか、玄米っていうか、玄米とか、さつまいもとか、そういうすっごい栄養たっぷりの炭水化物もいっぱいあるので、もし炭水化物が怖いんだったら、じゃあ最初は健康的な炭水化物に変えてみるのはどうでしょう。あと、カロリー制限も本当にすごい危険なことです。その自分の体が最低必要なキロカロリーの数はみんなそれぞれ違うんだけど、なぜ最悪必要なのかっていうのは、自分の心臓とか肺とか肌とかすべてがうまく働いてくれるように必要なキロカロリーの数があります。ビデオゲームの中のエネルギーと同じで、これしかなければ、ちゃんと戦えないんじゃない？ちゃんと最後までいけない。だから、ちゃんとチャージして100%があった上で自分の体が普通に働ける。自分の体の中でいろんな仕事が、プロセスがあるから、そのためにキロカロリーが必要です。必要なキロカロリーを増えてしまうと、で、全く運動しなければ、太ることになるんだけど、でもそこまでなるのは余裕があるので、まず自分の体を知ってからキロカロリーのことを考えましょう。でも私はキロカロリーはもう全く考えないようにしてます。なんかすごいストレスになるし、なんかこれは何キロカロリー、これは何キロカロリー。なんかキロカロリーのことを考えるより、私は栄養のことを考えて食べるようにしてます。これは何の栄養が入ってるのか、で、お腹いっぱい食べる。お腹空いてる時に食べる。お腹いっぱいだったら、食べるのはやめる。自分の体を聞きながら食べます。完璧じゃないところをショックっていう、情勢としても価値がないっていう。何がショックなの？彼女が美人であっても美人じゃなくても、それは男性と関係ないし、なんで完璧じゃないところ、傷とかニキビとか何かセルライトとか脂肪とか、なんでそれがあったら美しくないの？誰が決めたのそれは。美しさとは一体何なんだ。 Can you hear me? みんな Are you beauty? Say Julie, you are damn my fucking beauty 予想違い驚きなさい磨いたらダイヤ美しい悲観的いや美学的磨いたらダイヤ美しい生きなさい今見せなさいあなたこそダイヤ美しい I fucking 運命好き。この美のプレッシャーの危険さは本当に女性たちは、特に若い女の子たちに関して死までいけるかもしれない。そこでうつ病になったり、自分に全く自信が なかったり、自己肯定感がもう低すぎて不健康的な人間関係を持ってしまったり、不健康的な恋愛関係をしてしまったり、ずっと自分の体を傷ついてしまったり、ずっと無理なダイエットをしてしまったり、どんだけ自分の体が苦しんでいるのか、本当にまず自分の体の苦しみを気づいてあげて、もう自分の体に愛をたっぷり伝えていきましょう。本当に。で、自分の美、自分なりの美は何なのかをまず自分で決めて、メディアがそう言ってるからじゃなくて、自分にとっては美しいっていうのは何？で、自分が、ありのままの自分が美しいっていうのも知ってほしい。もしいろいろ自分のことを変えたかったら、いいよ、別に。もし痩せたかったらとか、何か。でも何のためにそれを思ってるのか、何のために痩せたいのか。メディアが決まってる理想な美になるためなのか、それは自分のために健康的になりたいからなのか、どっち？なんか全然違うでしょ。1番目は自分のことが嫌いから痩せたい。2番目は自分のことが大好きだから健康になりたい。
全然違うよ。だからちゃんと何のために、なんで、何がきっかけになったのか。わかる？何かプレッシャーを感じて私もそうしなきゃと思ったから自分を変えようと思ったのか。それか自分のためにベストな自分のバージョンになりたくて行動をとるのか。それは結局あなただけが決めれること。あなただけの選択。もう周りの人はもう関係ない。本当に自分のためを考えて本当に自分のためになるのか。プラスそしてやり方も大事になってくる。健康的に。結局自分の体は一つしかないので、自分の体に優しいやり方をして楽しく健康的にやりましょう。本当にチャンミナはこの曲だけじゃなくて他の曲でもすごいフェミニストなコンセプトだったり、強い女のコンセプトがすごい入ってて、私はすごくチャンミナのことをリスペクトしてます。特に日本の社会の中でそういうトピックとかについてメッセージを伝えてるアーティストさんは少ない気がするので、本当に超リスペクトです。よかったら彼女の曲をチェックしてみてください。本当にもうバッドビッチって言えばチャンミナって感じ。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。こういうビデオは楽しんでくれたらぜひいいねボタンを押して登録をお願いします。さようなら。Perfect.